じゃあ続きまして、はい。この一切皆苦とは何なのか。はい。これを、話していきたいと思うんですけども、聞いたことありますかね？お釈迦様のお話の中で一番大事なところになってくるんですけども、人生とは苦悩であるっていうのが仏教の、教義の根っこにあるんですよ。で、この苦悩であるってのはどういう意味かっていうと、人生はままならない。はい。それはままならないっていうのは、人生っていうのはそもそも思い通りになどなりませんよということを教えてくれているんです。はい。聞きたくないでしょ？皆さんは。思い通りにしたいから。ね。思い通りにしたいがゆえに、いろんな引き寄せの法則を学んで、あれを学んで、これを学んで、セミナー出てやってるわけでしょ？いや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 、あなたの努力は全体の中の、ね、働きの中の一部にフォーカスして見てるだけだからって、他の取り巻く縁だとかって見てったら、やっぱ思い通りにならないじゃないっていうことになっていくんだけども、引き寄せの法則を変に学んじゃった方々が盾ついてくるわけです。でもちょっと待ってくださいって。ね、引き寄せの法則では思考は現実化するって言うじゃないですか。ね。はい。はい。で、それってのはね、本によっては人生はあなたの思い通りになりますとか書いているわけですよ。いや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 って、それは思考は現実化するっていう言葉の意味を読み違えていますよってことなんです。はい。思考は現実化するっていうことを、ちゃんと考えてみましょう。はい。まず、はい。現実があるのは、過去、現在、未来のどこになるでしょう？現実なんですから、現在ですよね。ということは、思考は未来になるなんて、そもそもこの言葉指してませんよね。思考は今になるって言ってるんですよ。はい。そしてみんなが現実ってね、現実を見ろっていう時の、その現実って何のことっていうと、結局は今、各々が抱えている主観のことなんですよ。ね。はい。だからね、結局、誰が何と言おうと、私は今こう感じていますっていうことを、各々現実って言ってるんですよ。はい。思考は現実化するってのは、願いが未来になるって、ね、読み違いしてるんですよ。そんなこと、だって現実って、ね、未来って意味含まないじゃない。はい。人生は思い通りなんじゃなくってね、望み通りでもなくって。でこの思い通りの思いの意味は、あなたの解釈通りだって言ってるんです。思考は現実化する。要は、あなたの考えた、その解釈通りのことが目の前に現れている。これが思考が現実化するっていう言葉の指している方向なんですよ。はい。では、その解釈はどのようにして生じるんでしょうかと。はい。やはりそれも因縁果で生じているんですよ。はい。で、その因縁果の中で、ね、自分が捉えている層によって、その現実感が変わるわけです。だから、あなたの物事の捉え方、思考の走り方、認識のされ方のその回路が変わることで、世界はいくらでも変化しますと。良くもなるし、悪くもなりますっていう話なんです。はい。で、この4層、ね、それぞれ意識状態が違うものですから、幸せの見出し方もそれぞれに違ってくるんです。はい。今日の現実を生きている方の幸せの見出し方っていうのは、願望分の実現、もしくは理想分の現状評価、これで、算出された感覚が、各々抱えている幸福感ということなんです。で、これってのは、
辛いじゃないですか。願望が大きくって、ね、現状はそれに至っていないということになると、ね、例えば願望を100だとして、実現が、今80だと。20足らんということになっちゃうわけですよ。で、その20をね、お金で得ようだとか、人間関係で得ようだとか、あるいは体調管理で得ようだとか、そういったことでせっせとその自力っていう感覚が働いていくわけです。で、妙の方になると、そもそものね、今日で使っていたこの幸福の見出し方っていうのがもう外れてしまっているので、単純に今どんな気分か、どんな機嫌かというのが、幸福感になってくるわけです。だから引き寄せの法則のスピーカーは、ね、いい気分になる方を選択しなさいだとか、常に機嫌よくいなさいという話になっちゃうわけです。で、この引き寄せの法則で言ってるのも、ね、機嫌そのものが、自分の幸福感ですからね、機嫌よくいたらそれでもうゴールなんですよ。機嫌よくいるということを手段にしていないんです。なんだけども、今日の意識状態で引き寄せの法則を学ぶと、そうか、私は機嫌よくしていい気分になる方を選んでいくと、もっといい世界がやってくるんだってまた別な発想を持ち込んじゃうわけですね。そうじゃないんです。機嫌がいいんだからもうそれでハッピーじゃんっていう結果の話をしているんです。はい。そして、期待、現の方にね、ノンデュアリティっていうことになると、幸福感はただただ現状肯定になっているんですよ。で今で何も欠けちゃいないって、満たされているっていうことをただ受容しているだけなんですよ。妙の世界も今日の世界も満たされなさに関与する世界なんです。その関与がなくなっているんです。はい。で、弦のまた弦、そのね、下脱ってところまで行くと、最終最後、我々の存在ってのは、唯一実在する愛そのものだったじゃないかっていうことが理解できていて、ね、そこに存在するっていうことだけで、一種その、至福という感覚が味わえると。はい。こういうことになってるわけでございます。はい。ということで、一通りお話をさせていただきましたが、届きましたでしょうか？はい。わーっと話していきましたけども、全サンガの方では、全サンガ、ぽよぽよサンガの方ではですね、こういったことを、これまでたくさんやってきております。関心をお持ちいただけましたらご参加いただきたいなと思うんですけどもね、昨年末のオープンサンガでもほとんどの方がね、仲間入りしてくださったのかなと思いますけども、新メンバーの方もね、まだアーカイブは追いつけてなくって、この説明の配信まだ見れてないよっていう方も大勢いらっしゃったんじゃないかなと思いまして、はい、改めてちょっと年始ということもあり、こういうテーマで今日はお送りしてみました。で、サンガの方はもうこれより先行っちゃってるからね。で、もっと早く入っておけばよかったとか、そういうのもういいからさ、さっさと入ろう。ね。はい、ということで、YouTube での、ゲリラ配信でございました。はい。ね、こういう話も盛りだくさんでお待ちしておりますので、ぜひぜひ、そちらの方に遊びに来ていただければと思います。はい。まあ、これができたので、YouTube でもなんか面白いことができるかな、今後。まあ、いつもよりもちょっと早い、1時間に満たない配信ではございましたけども、内容的にはいつも以上のものがお届けできたかなと思っております。はい。とりあえず、午後いらで失礼させていただきたいと思います。今日も、ご参加ありがとうございました。そしてよろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。ということで、2025年もお付き合いのほどよろしくお願いします。ありがとうございました。